維持していってかつちょっとだけ盛り上げられたらいいなみたいな。そうですね。やばくないですか？見つかったなっては思ったんですけど、だって狙ってできるような感じではないですからね、正直なところですね。でもなかなかそうですね、できるものではないです。あとさっきキュウリ季節のが出てたので買ってきて、たたきの煮物とサバの味噌煮と、あとマグロとタイの刺身みたいな感じですかね。まあ多分周りの人にも迷惑かけちゃうというか、事業者の人嘘をやってると申し訳ない。じゃあ知り合いばっかりでにいつもX で今上げてるやつ見たわけじゃないんですけど、結構時間かかんないですか？料理時間はかかるやつはかかるんで、ちょっとこうとにかく工夫いっぱいして、あと手早くみたいな。なんかレンジで下茹でするとか、いろいろ工夫しながら作ってますね。ただやっぱいっぱいお魚買ってきた時はもう一日中さばいてる日もあるんですけど、じゃあ結構まとめてさばいたりとかも結構。いやまあやっぱ鮮度せっかく私も食ってもらいたいんで、なるべくその日買ってきたやつにはもうやっぱ朝取れてきたやつが出てるんですよ。そうですね。だから島の利点というかね、すごいことだと思うので、ただなんか市場でこうなんていうんだろう、1個単位で買えなかったりするんで、いっぱい来ちゃった時は捨てるわけにもいかないから、冷凍して、自分の食料というか、
そういうのに当てるために、ただはいやっぱ下処理しておかないと食べづらくなるんで、はいちょっと市場の帰りはやっぱその日一日魚さばくみたいなやってます。はい、結構じゃあ市場が近くにあるんですかね。市場、いやはい月2回土曜日に月2回、はい。まあ一般向けに開放されてるというか、はいちょっとここからだと1時間ぐらいかかるんですけど、はい。そこは毎回ちょっと顔出しに行ってて、じゃあもうなんかくれたりしますね魚をその翌日はもう無限に出せるんですけど、刺身とか、はいちょっとまあ無限にと言っても、でもなんですかね、結局550円で出すまあでも範囲でもらったもん、人件費とか、あと、ガソリン代とかどう捉えるかですけど、一応だから超えないようには工夫はしてて、なんか超えちゃうと嘘になるというか、なんかまああの人の550円でやってるからみたいな話になったりすると、周りのお店にも迷惑かかっちゃうから、まあそうですね。なるべく嘘はついてない。まあ人件費で、だから人は雇えないで、ワンオペで全部やらなきゃいけないんで、そこが大変だし、やっぱそれで現状1本で食ってくとかなったら、まあ小さくはなっちゃうんで、あんまりいいやり方とは思ってはいないんですけど、ただやっぱ島になんか島の発信というか、なんかそういうのをちょっとしていきたくて、でやっぱ最初こう友達ベースでいろいろ来てもらったりとか、一般のお客さんにもこうアナウンスして来てもらったりとかって、でもやっぱ五島まで来るのが大変すぎて、なかなかこうよっぽど目的意識がないと来ないし、友達もだから俺に会いには来てくれるけど、やっぱ遠いとか、で船代も今まあまあ値段がするんで。そうですね、確か4240円だったかな、僕フェリーで来た。そうですね。片道もそれが例えば家族とかになると、もう行き帰りで5万とかなっちゃうんで、そうするとよっぽどいい思いしないと、なんかこうまた来たいとか、来てよかったって思ってもらえないなっていうのがちょっとあって、だからそれでもともと550円で出してたわけじゃないんですけど。そうなんですか。そうです、なんか友達が来てくれた時に、なんか夜食べに行くとこがないから、なんかもう俺作るよっつって、で500円でいいよとかって言ってたら、そのリアクションがめちゃくちゃ良くて、俺の料理がそうですよね。もう根田さんの料理が美味しかったっつって言われたから、もうなんかもうこれサービスにした方がいいのかなみたいな、思い立って、で500円でみたいな、でまあ消費税がかかるんで550円でみたいな、やってて、でまあそういう、ちょいちょいツイッターで上げてたんですけど、ただまあお客さん来ませんみたいなまあちょっと自虐じゃないですけど、実際やっぱ全然お客さんいなかったんで、そこからちらほら、それでもやっぱりこう全部埋まるとかは全然なくて、来てくれる人はちょっと増えたみたいな感じではあるんですけど、なんかやっぱそれだけ島に来るのは大変なんだなっていうのを改めて感じつつではあるんですけど。そうですね。シーズン的には大体その春夏秋冬だとどのぐらいが一番多いんですか。やっぱ春から秋が多いんだと思います。冬はちょっと風も強いし、かなりこう観光地としては、お魚は冬の方が美味しいんですけどね、脂も乗ってて、言うて今日ぐらいでもびっくりするぐらい寒かったですから。そうですね寒いんですよね。そうです。今日は特にたまたまですけどね、どちらかというと。でもやっぱ本州と同じ、めっちゃ美味しくて、それを買うかどうかみたいな。す
すごいですよね、新鮮めっちゃそうですねキラッキラほんと今朝人はもうみんな生魚あんまり市場にだから出荷できん余ったやつ箱に入りきらないとか、はいその規格外みたいな、はいはいそういうのをまあ投げ売りされてて、はい全然需要がないから、はいそういうのをちょっと狙って買ってみたいなはので500円550円実現するっていういはいまあまあでも本来だとねそんなに意地でも550円で収めないといけないもんでもないような気がする。でもいやなんかまあキャッチーかなっていうのがまあもうちょっと意地ですよね。まあ意地はあるかもしれない作るのがやばくないですかいやもうね栗の切り身焼きかこれちょっ待ってくださいね、すいません。昨日撮ったんですか？と昨日取ったやつ、はい。大体半分ぐらい昨日お茶し。茎そうっすね、なんか煮物かごま入りかちょっとまだインプレッションだったんですけど、はもしツイッターで広告回してたらい。は1インプレッション1万円なんで、だから1500万円分なんか入れたみたいな、い。はやっぱ価値があるから、はいなんかそういうのをまあ担えるんだったら、い。はまあ、島全体に対してのこう情報発信源というか、い。まあそうですね。なんかそういうのをちゃんと確立できたら、まあ、今は売り上げ全然少ないですけど、はまあ、大事な場所になるかなみたいな。い。まあそうですね。なんかみんな最近こうお願いされたりもするんですよ、発信のこうチラシ置いてくれないかとか、へそのなんかは困りごとをはなんか、まあ、猫ちゃんがいなくなっちゃって、そうそう、なんかね、こうなんか8割か黒い8割みたいな。そうそうそうなんかこの黒い8割なんかちょっと僕位置関係がちょっと僕はなんですけど、なんか通り町なんか中通島そうそう、中通島か。そう中通島っていう島で、ここは中通島なんですか？そうですそうさすがに海渡んねえだろうなと思って当該の人が見ましたって言っても違う猫だと思うから、連れ去られてなければですけど、だからまあそういう、まあ、町の島の発信地というか、なんかそういうのを担えたら、まずはやりたい目標達成かなみたいな。まあそうですね。ここからなんかもうちょい盛り上げたいんですよ、なんか島全体を。島全体をっていう感じですね。まあできれば、まあ、ここから有川町っていうかその有川郷、そこの周りでいいんですけど、なんかやっぱ観光で来ても、立ち尽くしてしまうというか、何すればいいか分かんないみたいな。まあそうですね。大体が観光の目的は結構海とか、あと教会とか。そう教会もなんか巡ろうと思って簡単じゃないんですよ。なんか来てもなかなか自分で調べて、なんかいろいろリサーチしないとたどり着けないし、例えばタクシーで回ろうとしたら1日3万とかかかっちゃうんで、なんかそれをこうもっと違った形でこう観光地化
観光しやすい場所、なんかやっぱ観光資源めちゃくちゃいっぱいあると自分は思うんで。そうですね。まあだから港に降りたところに観光案内がとりあえずもうちょっともうちょっと、そうもうちょっと分かりやすくあったらいいんだろうなっていうのがあって、なんかそういうのを手伝いながらやっていけたらなっていうのが、もともとその地方創生みたいな興味あったから、漫画家やってたのがだんだんその今どんどんクリエイターも増えてるし発信手段も増えてて、昔は雑誌しかなかったんですけど、そこのこう発信手段増えたことで、クリエイターも増えた反面、なんかやっぱこう一個一個の情報の希薄化というか、だからその漫画だけじゃなくって漫画かける何かみたいな形でその仕事作っていけたらしっかりポジション確保みたいなのできるのかなって思ってて、まあそうですね。そういうのをゆくゆくは考えてるんですけど、今はあんまりそこを一緒にはしてないというか、漫画家ですみたいなの言ってないから、そうですね。まずはちゃんとこう島の中の宿というか、宿でありカフェでありみたいな、そこのしっかりできるようになってから、なんかもっと大きく拡大というか発信していくフェーズになった時に生かしていけたらいいなって思ってるんですけど、今例えばめちゃめちゃ100人とか観光客来てもどこにも受け入れがないんですよ。そうなんですね。ちょっとそうです。だから全然こう観光地としてこうまだ確立しないんで、やっぱちょっとずつ段階的に大きくしていかないと、なんかやっぱ来た人も困っちゃうから。そうですね。また来たいってもうさっきみたいに本当に綺麗なビーチがプライベートビーチ同然になってるじゃないですか。そこも魅力なんですけど、それにしてもやっぱお客さんいなすぎるし、そこへのたどり着き方だから、はまぐり浜も歩いて行ったら遠いんで、もっとそう行きやすい方法をなんか作ってたらいいのになっていうのは、やっぱりね、なんかそういうね、地域貢献とか地方創生とかね、やっぱりそういった部分につなげていきたいなっていう考えはやっぱありますね。それは何にしろですね。別にこう貢献みたいな、なんかその仰々しいやつじゃないですけど、ただなんか来てすごく思うのは、なんか当事者意識みたいなのがめちゃめちゃみんな高くてというか、なんかこの前町議会選挙があったんですけど、投票率 75% とかやばい。っていうか逆に、だからそれやっぱそういうことなんだなって思ったんですけど、やっぱりこう自分の意見大事というか、本当に困ってることがそのまま行政にやってほしいこととか、もう考えがやっぱ日々ここに橋が欲しいとかみんな思ってることがあるんで、熱量すげえ高いんですよね。そうですね。やっぱ地方だとやっぱ投票率高いみたいで、なんかそういうこうなんか実際こう一人一人こうなんか名前があるというか、誰でもないマンションでなんか隣に住んでる人誰か分かんないみたいな、で自分がいなくても必ず誰かがやるみたいな場所じゃなくて、やっぱ自分がやんないと何も動かんみたいなところがあって、だからそういうののこうある意味のやりがいというか、なんかあっていいなっていうのは自分ちょっと感じてて、いい年なんで、なんか20代とかだったらこう日本一になるとか世界一になるとか思えるかもしれないけど、今の自分の年齢からだとなんかこういうなんか過疎地域とかで困ってる人たちと一緒になんか困ってる人とか自分事としてなんかいろいろやりがいがあるなと。貢献とかっていうよりかはなんかやりがい自分で、やっぱりなかなかね言っても特にやっぱり島だから
やっぱりね、そういう島の特色にやっぱり馴染む人と馴染まない人もね、やっぱり絶対的にはあると思うんですけどね、やっぱり。確かにあるかもしれないですね。まあ、そこはその友達のお父さんが、はい、その元校長先生で、はいはい、なんかそのある意味安心だったというか、はいはい、いきなりつまはじきにはされないです、はい、するというか、なんかちゃんとあれですかね、ご飯50円、あ、その厳密に値段を一応そうですそう550円超えないように、これを550円超えないようにいろいろとっていう感じ。へえ。あ、じゃあこれをずっとこれからつけ続ける感じね。そしたらなんか見返した時に、はい、いいかながこう30センチぐらいのコチが140円とかで売ってて、はい、それは料理は何したんですか？その時塩焼き出したんですけど、もしだから料亭で注文してたら1匹2000円とか3000円とか多分もっとするかもしれないですよね。正直もっとするだってね、めっちゃ高いですよ。高いですよね。そうだからなかなか取れないんで、はい、ただ取れちゃった時は多分、はい、なんかこうある意味邪魔になるというか、多分その、はい、注文なければ、はい、で多分島内の人わざわざこっち買わないんで、まあそうですね、いつまでもはい、まあ、いつまでも朝取れたやつだけど、はいはい、百何十円かで売っててマジかよと思って高級魚、そういらないやつか、そういらないやつか、今日はこっちの塩焼きありますっつって、まあだからそういうのをいろんなところに探しに行って、そう探しに行って、はい、ですね。そもそもがね、例えばその牛肉自体も500円プラスしたところであれって採算取れるんですか？いや原価です500円分買ってきてますそういうことですよね。500円分くださいっつってはい、はい、550円ですって言われて、はい、もうだから利益はもう一切ないっていうか、お肉のプラスは利益はないですね、ゼロです、ね。そうですね。だからまあもしおだちん買いに行くのを入れたら、まあそうですよね。そうなりますよね。まあでもさっき買ったぶりカマと、はい、あと昨日取ったタイのあら汁と、はい、あとさっききゅうり、はい、季節のが出てたので買ってきて、はい、浮きの煮物と、はい、サバの味噌煮、はい、とあとマグロとタイの刺身、はい、みたいな感じですかね。毎回これ500円分と、まあ1食分だと500円分って言って買ってる。そうですちっちゃいサバなんでこのまま切っちゃう。昔からさばいてたりはした？いやもうこっち来てからですね教えてもらいながら。魚はやっぱり何回も数さばかないと。そうですね。ようやくちょっとずつなんか意味が分かってきたというか。なんかこの絵の構成としてね、もう本当に根田先生がね、ああいうスーパーを駆けずり回しながらね、550円の料理を作るためにね、駆けずり回りながら探してる絵の方が今改めて見ると面白かったですね。大体はでも
食材が大体もう身近にあるものでできるものなので、大体料理のパターンっていうのもあると決まってくる感じ、やっぱなりますかね、必然的に。まあこう触ったことない食材の時はなんかネットで調べながら触ったことない食材ってどんなものがあるんですか？あんこうとかあんことか使います？あんこをさばきましたよ。めっちゃ大変でしたけど、ぬるぬるすぎて。あんこはその切り身が売ってあるわけじゃなくて、いや普通に一匹ボン、いやしかもくれたんですよ。漁師の人がなんか買い物その何匹かあの時何買ったんだっけな、ヒラメとアジか、ヒラメとアジ買った時に、あんこ置いてあって、これなんすかっつったら、もうあげるよって大体が漁師の人も感覚バグってるっていうか、価値観バグってませんか？なんかいらないいらないっていうか、なんか多分売ってはあったんでしょうけど、なんかいやもういいよ持ってけとか言ってくれてあんこ鍋出したんですけど、それもあんこをさばくのめっちゃ大変ですよ。大変でしたね。皮剥いだりとか、だってね、あれ普通の魚のさばき方ではさばけないでしょ。そうっすね、なんかまあぬる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 なんでもう試行錯誤しながら。そうですね、YouTube 見ながら。タコはでも結構高いでしょ。これね、さっきスーパーでも。いやこれはもらいもんですよ。もらいもん。紙ごと紙ごとってタコ取れるんですよ。まあ紙ごとタコ取れるんですか？取れます。めっちゃ立派。めっちゃ立派。やばいですね。どうやって切ればいいんだろう。だって僕もちょっとタコの値段とかよく見てるんで、さっきもエレナのタコの値段北海道産だったんですけど390円ぐらい、グラム390円ぐらいします、そうっすね。もうね、本当にもう高級魚でもなんかもうなんか売るのもめんどくさいぐらいの感覚になってるんですよ。持っていけぐらいの感覚になってる。実際問題移住されて7ヶ月ぐらいじゃないですか。大体なんか率直な住み心地的なもんってどんなもんですか？まあ冬が寒い。ただ俺は好きっすね、やっぱ。住みやすいと思いますけど、街の人たちも暖かいと思いますし、基本大体1日作る品目数って大体決まってるんですか？その550円だったら550円。まあ焼き刺身、肉があれば、だからメインそうですね、12345品出して、ご飯と飲み物、お吸い物みたいな、なんかさでも作るの嫌いじゃないんですけど、全然だから今日一番高い買い物って大葉でしたね。大葉ですね、98円。そうです。ただ凍ったまんま。切れるんですよね。そうです。市場っていうかスーパーで買ったやつなんですけど、全然めっちゃ新鮮です。
し。普通にスーパーで買っても原価割りそうな感じですけどね。そうなんですよ。104、いや、だから140円だったんで。へ、へだい。違うキャッツなんか値段がバグってる感じがね。か。あ、バグってますね。言うてマダイが140円でしょ。あ、へだいですね。で、これがマグロ。これマグロ。ちなみにこれおいくらだったんですか？これは400円。まあ、で、こんなで、あ、これも切り分けたやつで400。あ、そうです、そうです。あだから、こんぐらいの切り身だったんですけど。どうしようかな。ここが550円で。多分両手とかだとめちゃめちゃこう成形すると思うんですけど、マグロとかだと硬く、四角くみたいな。もともとのさ、量だとどれぐらいあるかな。もう7、800ぐらいにしちゃって、そんなないか。そう、いや、1キロはあるんじゃないですかね、多分。あ、でも、そっか、600グラムぐらいのやつかな、これは。結構これ払すもんね。あ、でも、だったら上があるか。多分、800、1キロぐらいあるかもしれないですね。グラム換算だとね、70円とか80円とか。そうですね、確かに。もうマグロの値段っていうか、魚ね。そうですね、投げ売りです。皆さんは結構長時間かかる撮影が多いので。結局サバの甘露煮みたいな感じになるんですか？まあ味噌煮、味噌煮か。ちょっとまあ季節じゃないんで、その油が乗ってるわけではないですけど、めっちゃ早く切れます。めちゃくちゃ早いです。もうちょい成形した方が良かったかもしれないです。やりすぎて。そうですね。多分。結構しっかり量あります。いや、100グラムあるんで、やばいっすね。
校生に出すみたいな量ですね。ないんでもう大体これで一応これで終わりです。拭きこの辺のインテリア全部根田さんがやったっていう、すごい失礼な言い方なんだけど、男性上のいろんな失礼とか褒め言葉なんですこれ。ありがとうございますけど素敵。味噌汁いいっすよね。美味しい。やっぱ季節によってはもっと美味しい時もあると思う。まあ、はい。夕食スペシャルで、はい。はい。消費税500円。はい。で、5500円になります。何で払います？ペイペイが使えるんだったらペイペイでお願いします。島なんで、だから、なんとか住みよいい状態を作っていきたいなって、維持していって、かつちょっとだけ盛り上げられたらいいなみたいな。そうですね。まあやっぱりね、何しろその思われているようにとりあえず発信とかいろんなものというのも結構大事なことだと思うんですよね。そうですね。発信場所、なんか何が必要かみたいなのを、声は集まってくるけど、それをどこに向ければいいのかが今、分からなくて、一個一個潰していこうとするとものすごいコストがかかることだけど、なんかここにとりあえず投げて発信してっていうのを、それをみんないろんな人に受け取れるような状況が作れれば、ただ何にしろですね、僕も今回結局事の発端としては根田さんのツイッター見てきたのでやっぱりいろんな部分でですね何かで何かきっかけになるっていうことは絶対あるはずなんですよね、そういうのをですね。ぜひ届けられたらいいなと思います。何にしろね、また今後まだねもうね根田さんがいろいろとそういった情報を発信されていかれると思うんでですね、またちょっと随時ね、僕もちょっといろいろグレードアップしていったらと思って、ちょっと楽しみに見てますんで、またよろしくお願いします。